代官山だな。来ましたね。やっぱ代官山っていうのはさ、東京でもおしゃれタウンじゃない？まあそうですね。おしゃれタウンのこうなんつうの要件、はい。俺が行きたい飲食店がない、ね、っていうのがおしゃれタウンの要件です。なるほど。なんかこうオーガニックなちょこっとさちょこちょこっていうようなのがあったり、まあでも代官山よく来るんですよ。ツタヤもあるから、ね、編集者は結構行ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、今日はね、前にも紹介しましたアツレザーワークスさんに来ました。なんで来たかっていうとです、俺来てんの見て、これ結構写真が出てるじゃんね、今日はねこれって加工なんですよ。あ、そうなんですね。そうね、アツレザーワークスさんの革ジャンっていうのはやっぱり加工物が、まあ有名ですもんね。有名なんですよ。で今回はその加工をやらしてもらうっていう。俺が自分でセルフビルドです。どうやってんですかね。ね、それはもう今日のお楽しみですよ。だからこうやったりして、で見てくださいよ、ここ、干物屋じゃないからねこれ洗いかけて今加工のやつを作ってるんですね。乾かしてるんですよ。まさに作業中のやつ。そう、なるほど。こういう感じでちょっといろいろと自分だけのヴィンテージ加工をさせてもらおうかなと思ってね、ちょっとすっげえ楽しみなんですよ。だって初めてだもん。このね動画の最後にはお得な耳寄りな情報も言うんでね、ちょっと今日はやってみますんで、皆さんお楽しみにいきましょう。アツレザーワークスの富山さんです。こんにちは。こんにちは。どうもです。今日はね、すっげえ楽しみなんですよ。自分でヴィンテージ加工をさせていただけるという、これもそうですか？そうです。これ私がもう3年ぐらい着込んだヴィンテージ加工を着込んだ。そうですね。した後に着込んで、今小川さんに来てもらってるのは、もうこの状態で今新品状態なので、でこっから例えば着込むとこういう風になる。もう生き急いでる生き急いでますね。生き急いでる。いやすごいですね。やっぱ光沢感も出て、そうですね。ここら辺にあるのもそうなんですよね。そうなんですよ。でこちらブラウンですけど、これなんかはもう1ヶ月です。ほら1ヶ月でこの状態。すごくない？こうさ、だからさ、あれじゃない、浦島太郎がさ玉手箱なんかボーンってこう開けてボーンってなるじゃない？それみたいじゃない？だから開けたらこうなっちゃったみたいな、一気にっていう感じ。いやなんかその童話の世界が今目の前にすごいですね。だからこういう加工を今日はさせていただけるということなんですか？そうですね。はい。ベースとなるモデルは、よいしょ、こちら小川さん用にお作りしたライダース。ぶっちゃけですけど、これでも十分商品ですもんね。そうですね。もう普通に普通の革ジャンですからね。ブラック茶芯ですね。だからまずベースはこれですね。これちょっと一回これで着てみていいですか？着てみました。これはこれでこれでおい完成してるよね。じゃあ今日の動画はこの辺でということで終わっちゃいますからっていうのは冗談で、やっぱりでもこれをこういうふうに育てていくと、強制的にね、強制的に年を取らせていくと。じゃあちょっとね、今回は富山さんも一緒にお手本を見せていただきながらという感じで、やらせていただこうかなと。じゃあまずちょっとあれですかね、エイジン加工をちょっとこう想像していただいて、で、フロントからでもいいですし、バックからでもいいですし、ただ少し手を慣らしていきたいので、少し目立ちにくい後ろからやっていこうかなっていうのが。なるほど。じゃあちょっと背中からやります。こう出た魔法の薬が。魔法の薬で来ましたよこれ。
でこちらを、このいろいろ試してみて、これもいろんなもの試して今これになってるんですけど、この取る布の方もこのワッフル生地が出た。これめっちゃやっぱこう吸ってくれるんで、なんかさすっげえこれだけでも贅沢な感じするよね。だってさT シャツ切ったんですかみたいな。もうそうしましたら、適度にこれそうもうこのままこれに穴開けてあるんで、なのでもうこのまま出るんですよ。へえ。こういう感じ？そうです。こういう感じ？でまずは一回こうちょっと加減を、ちょっとね俺ね出す場所間違えた。よいしょ。これで、加減を一回ちょっと見ていただいて。わかります？ほら。早い。これで、今俺のこれだけで一月進んでる。一月分。一月分。1ヶ月分。1ヶ月分。うわすごい。ほら。あららららららら。でもね俺ねこういうとこほらこれぐらいがいいね。これぐらいわかる？これの声の当たり部分。もうちゃんと先生の話聞けよって感じだよね。もう勝手に進めてんじゃねえよっていう。もうそれがやっぱり着込んでる方のイメージあるじゃないですか。小川さんのもう油圧とかなんかもう出てくるじゃないですか。ここの下に皮がまだあって、じゃあこの当たりがいい感じになるんだよねっていうのはやっぱ見てる方、散々着てる方なんで。で俺結構ね机に座るから、こういうとこがね落ちるんです。こういう。でもここはねここほど落ちないんですよ。これ黒く顔料乗っけてもらってるんですけど、あくまでも丹南さんにオリジナルで今作ってもらってて、取れやすくもしてもらってないんですよ。なるほど。取れやすくしちゃうとすぐ着込んでて取れちゃうのも。そうですよね。だからこれそういう風にやっちゃうと、着てるだけでどんどん落ちてっちゃうと意味ないですもんね。このさふわーっとふわーっとふわーっと俺ねこういうのさやるとさ性格的にやりすぎちゃうんだよ。一緒です俺もね。やりすぎちゃうとちょっとさちょっとあれだからちょっとこうそう着込んでたらまた落ちることも結構想定に入れてもらうと。ちょっと後ろやってみましたと。どうしましょうかね。腕からいきますか。腕からいっちゃいましょうか。でここのシワ以外のこの縫い目のところとここら辺ですね。そうですそうです。こういうとこっていうのをやっていくと。こっちもここもあるからね。なるほど。そう一気に落ちてくんだな。袖はね落ちるからね。擦れるし。こういう感じで。なんか袖がやれてるとやっぱりいい味出ますよね。いいですよね。このジッパーは開閉を良くするからここら辺もやっぱり絶対にねさすが擦れるんだよ。多分こういうほらほらこういうとこ、ここいい感じじゃない？ここいいっすね。めっちゃいいっすね。なんかリアルじゃない？リアル。こういうこういう感じ。これね内側とかもちょっと擦れてた方がリアルなんだよな。内側めっちゃ擦れそうですね。やりました。裾じゃない。袖ね。こうふわーってやってるでしょ。こっち見て。ここのさすっげえ落ちてるとこあるじゃん。これうちの担当営業にちょっとやってみるって言ったらこいつこんな風にしました。味です。味か。これねやりすぎたバカっつってっていう感じ。ちょっとだからこれちょっと面白いですね。でここ見て、ここやっぱ擦れるからね、こういうところもちょっと内側もこうやってみたという感じですかね。
か。これ小川さんのこだわりですよねやっぱりね、ヴィンテージを見てる人がそう思いつくというかやっぱ分かる人がやるヴィンテージ加工ですよね。そうやっぱここ擦れますからね。そしたらもうこうポケットの玉縁だったりとか、そうですね、こう一番美味しいとこですね。そうですね。ちょっとさ勝手にこうシワをあえてつけてそこでやるとボコボコボコってなるじゃん多分。ほらちょっといいですね。外にない先生小川さんが勝手なことしてる。いやもうかなりかっこいいですよ。本当に小川君が言われてないことやってますみたいな。ほらどうこうやった状態でこう教えに反しています。さすがです。もう教えることは何もないです。でもいい感じ。すごいかっこいい。こういう感じ。ここわかる。これを表現したかったんです僕は。いたよね図工の時間とかにさ教えに反してわけわかんないことやるやつね。でもいいのできちゃうんですよね。そういうことが違うことやってますみたいな。先生また小川くんがやってます。ジッパーのとこですね。やっぱシワつけたいですよね。先生。こういうとこですね。めっちゃいい感じですね。いいよね。だいぶ何年ですか小川さんって言っても。2年2年。意外と俺毎日着るからだから普通の人だったら多分8年。そうでしょうね。6年から8年ぐらいかかるんじゃないですか、ここまでやるんだ。小川さんの2年をたったそう2、30分で今。そうですよ。行き急いでる。でここまで今、こう襟作って、あとは腕のつい行きました。蛇腹のとこですね。ここがやっぱ重要だとは思うのでですね。でこの出し方が、一回今このライダースを着ていただいて、着て、実際にもしかして蛇腹を作る。これを実際着ていただいて、切ってギュッとやってここでこうやってやって、でこれ用意してもらってギュッてやって、このもう一回広げてもらって、で出るであろう蛇腹をここで作ってもらって、で今ここなんかいい感じじゃないですか。でここをこうやって、なるほど。こういう感じですね。でここである程度こう目星として位置、小川さんの肘の位置で出るであろう蛇腹の位置、で多分ここら辺とかももうちょっとこう、取ってもらって、でそうだからガイドラインとして、とりあえず軽くこういう感じで目星をつけてもらうと、こういう感じ、でこれをさらに今度は脱いでもらって、で今の蛇腹を生かしながらです。こう曲げていく。脱いでちょっとシワも残ってる感じあるじゃないですか。だからのでもう今着てこう曲げたところをこう生かしてあげて、なるほど、こうつまみながら
ちょっとやって取ってあげるとできました。いい感じに、こういう感じで、はいいいですね。ちょっとこの蛇腹部分も完成しましたよ。もうこんな感じ、こういう感じ、後ろもね、いいっすね。こういう、こっちもそうですよ、こっち後ろもほら、こういう感じ。おお、どうですか先生。いい感じだと思います。ありがとうございます。でも本当これでまた今度洗い加工になるんですけど、すごいいい蛇腹になっていくと思います。お、嬉しい。ちょっと先生に褒められるなんかもういい感じに。最近誰にも褒めてもらえないから嬉しいですよ。ありがとうございます。じゃあちょっとね、この茶芯を出す作業が終わったということで、次は洗いをしていきます。水を張ったたらいがありますよ、ここに。皆さんここからがねクライマックスですから。はい。これを水につけていくってことですね。そうですね。もうこれをつけちゃいます。見てみて。はい。ダイナミックですね。あんまりだからこのカービングのとこはつけたくない。つけたくないのでギリギリまで攻めますよ。はい。いいねこれ。はい。でこの袖なんかももうそうですね。ぐっちゃーっと。うわ。で表がこれ顔料仕上げといって弾きますよね。そう弾いちゃうんで内側からじゃないと水が入っていかないので。なるほど。なのでもうこのたらいに張った水の中につけてしまってですね。でそのなんかこう水吸った感じ出ましたもんね。はい、出てますね。もう十分だなっていうところで、で一回ここでたら完全にでこれでだいぶ入りましたね。入りましたよね。そしたらこうちょっと水を切ってあげながら、よし。この上で、よっ少し背中部分もちょっとシワ欲しいので、なるほどね。背中部分ちょっとなんとなくこんな感じにギュッとしてあげて、で前フロント部分をある程度こうでさっき小川さんがこのシワ感ですよね。そうですね。ファスナーのとことかちょっと作ってあげると。ちょっと襟とかも、襟とかも襟の先なんかはこうちょっとちょっとこういうふうにやってあげるといいかもしれないですね。こうやってでそうするとこんな形で前の見え方はいいかなってなったら、ここか。そうです。でここがしっかりとこの写真出した蛇腹のところをめがけてこう折ってあげると、なるほど。山にしてあげて、この重なってる部分ここもちょっと曲げてあげるといいかも。決まりやすくなると思います。構成されてる。で今ちょっとこうやりすぎ感あるかもしれないんですけど、これがまた乾いて磨きをしてあげるとこのシワも少し取れてくるので、衝撃映像。いいですね。じゃあこれでであとは乾かしていくというでこれを感じですかね。そうです。ちょっとこう楽にでこの状態で何日間か乾かして、
でまた乾いてきたらひっくり返しながら風通りのいいところに置いてあげながら風干しでやっていくので、なるほどですね、はい、ありがとうございます、面白いね、面白い。だからまたもう乾くのを待ちはい、っていう感じですね。そうです。で乾いたらまずちょっと最後の仕上げの磨きがあるので、ですね。はい、だからこの動画はあれですけど、次乾いた時にまたお伺いしてやると、はい、その時完成っていう感じで、面白かったな。これ多分すっげえ多分坂本 D がキュッとすると思うんですけど結構やったからね。結構やりました。そうですね。2、3時間やってますね。スタートそうですもんね。そうですよ。はい。3時間超えは、そうですね。ぐらいですかね。いやでもね面白かったですよ。やっぱり集中できてね。よかったです。やっぱりこうレザーラバーの瞑想に近いね。もう本当にもうすごいなんかすっきりしたんだって。邪念が消えてっていうか。無心になって。ですね。じゃあ次は乾いてからという感じですね。はい。でまたその時によろしくお願いします。はい。モヒカン小川渾身のエイジングモデル、ついにですよ、乾燥したっていう、完成じゃないですよ、乾燥した乾いたんだって、はい、なんでもう今日ゲットできるんでね、ちょっと最後の工程いきましょう。すごいっすね、はい、これちょっとさ見て、これ革ジャンの一夜干しですもう干物だね、干物状態ですね、完全にくっちゃくちゃですね。くっちゃくちゃですね最後に俺がギュッてやったまんま、はい、そのままドライされてるすごいね。まあね、これあれですよね、やっぱ支部だからこそこういう風になる。そうですね、支部だからこそですね、本当おっしゃる通りですね。で、まあ、ちゃんと平置きして、はい、小川さんがつけたシワを伸ばさぬように、はい、平置きしながら乾かすと、もうまさにこの状態になるんで。なるほど、でこの後、はい、でこの状態で、はい、こうちょっと開きながらで、角につけたシワも少し伸ばしながら、はい、このワックス入った仕上げ剤を表面に塗りながら磨いていくんですね。なるほど。これ、はい、塗り込んで磨いていく。はい。でちょっとこうシワもちょっと伸ばし、はい。なのでまずこれで、そうですね、スポンジでこれをちょっとはい、こう少し取っていただいて、はいはい、ですり込みながら、はい、で乾いた布で光沢出てきますね、はい、磨いてあげるとこうツヤ感と、出した茶芯も少し一色濃くなってくれたりとか、当たりが出るので、出ますね。こうやってこういう感じ。そうですね。で今小川さんみたいにすり込んだ状態だと、結構シワが伸びていく感じになりますね。そうですね。なので、シワを残したかったら、もうちょっとこうすり込まずに表面だけでよかったりとか。なるほどですね。でこれではい、乾いた布で空拭きしてあげて。なるほど。はい。こういう感じですね。そうですね。これを全身にやっていくと、はい、やります。艶が一色こう、そうですね。黒が一色濃くなるのと艶も増していくんで、はい、少し着込んだ状態に近い感じの仕上がりに。やっぱ小川さんメンテしてるだけあってあれですね慣れてます。慣れてるし、塗る量のあれがちゃんと把握してますよね。普通だったらもうちょっとビビっちゃうみたいな感じですか。どんだけ塗っていいか分かんないじゃないですか、やってない人たちは当然ですけど。まあ確かにそうですよね。これでも多分ね、
ある程度ノリでいけると思う。きっとリカバー可能だから。あ、そうですね。多分リカバー可能です。意外とじゃあ大胆にやっちゃっても、はい。大胆にやっちゃっても。で、よく小川さんもニートフトイル、ニートフトイル、はい、をこのままもし、もうちょいシワ伸ばしたければ、ニートフトイル足してってもいいし、で少しニートフトイルを水で溶いてあげて、ちょっと薄めて、薄めてあげて浸透よくしてあげて、やるのも一つですし。なるほど。ニートフトイルで結構伸びますか？伸びますね。やっぱ柔らかさが出るので、で一回ここでもしあれだったら締める、ファスナー締めてもらって、で、襟を寝かせる、立たせる、でそこら辺で一回こう磨きながら癖つけてあげると、なるほど、そうですね、着た時に変な違和感なくなるので、きっちりつけたいんだよね。こういう感じですね。きっちりつけたいかな。つけないで、俺開けてるけど、やっぱりちゃんとこうなってほしいじゃん。だからここだけはつけたい。なんつうの、折りじわをね、っていうか癖を、で外すから。なるほど。ここら辺はね、でも良さそうですね。かっこいい。こういう、俺色の襟。したら今度腕いきます。ついにそれはついにね、禁断のそうやっぱここら辺がもう一回伸ばすんですかね、これ。一回、もうこのままでこの上に伸ばさず後から伸ばすんですけど、今このシワをやっぱ残したいので、なるほど、一回さっきの大川さんが襟作ったような形で、ここで一回完全にこのシワを残したいんですね。こういう感じよね。でそうするとしっかりここの当たり艶が出てくれるんで、そうですね。でその後にこう伸ばしながら、なるほど、やってあげると、このせっかくつけたシワが残るという、でこの延長でひっくり返しちゃって、裏もやっちゃいましょうかね。このなるほどね。で裏もこのジップの周りとかも結構当たり感出してあげると、ここら辺とか、いやー、できましたよ。できましたね。ついに完成。いやー、ついに完成でございます。いいですか？こんな感じになりました。どうですか、先生、どうですか？いいですね。かっこいいと思います。かっこいい。いやー、面白いですね、これ。いいですよね。これをね、前回に小川さんご自身で写真出してもらいながら、そうですよ、もうすべてのこの写真にストーリーがあるから、俺の中で意味がある、これね、全部に意味があるから。じゃあ例えば、じゃあここはどんなストーリーがある？これは俺ホテルに泊まるとカードキーここに入れるんで、全部ここにちょっと多くの当たりがつきます。これここはよく使います。僕こういうふうに。じゃあもう一個。もう一個。なんか面白いストーリーあります？いやいや、でもどっちかっていうとこっちよりもこっち、ここ茶が多いでしょ。わかる？ほら、こことここ。俺こっちにカバンずっとかけてる。
あ、右肩右肩になるほど。そう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 ストーリーがある。はい、そういうことです。っていうね。そうですね、見頃も少しそう、ここら辺に出してるんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。そうそうそう。うん。でやりながらね考えると楽しいのかな、ですね。だからよく車乗ってる人はシートベルトの跡とかつけてその向きであいつ左ハンドルね右ハンドルねっていうのが分かるっていうのも面白いかもしれない。面白いですね。そうそうそう。いやできましたよ、感慨深い。で、でバックルを最後につけるので、これはちょっとミシンで。そうですね。じゃあバックルをつけていただいて、マジで完成ってことですか。ですね。じゃあすいません、ちょっとバックルつけていただいていいですか。はい。できましたよ。バックルもついて、いい感じに。めちゃくちゃいいですね。どうですか。このシンデレラフィット。素晴らしい。ぴったりやんこれ。ぴったりですよね。そう。でこれをまたこういうふうにやるとより馴染んでいく。革ジャン体操でこうあれしてもらったらそうですよね。すぐ味出るんで。すぐ本当に。はい。うわこれはねもう一生もです。だって俺がエイジングさせたんだよこれ。はい。すごい。もうね。いやいや小川さん仕様ですもんね。そう自分仕様にね。そういや今回はねすげえいい経験できましたよ。ただね。俺さ耳寄りの情報があるって言ったじゃん。それはなんでかっていうと今回ねアツレザーワークスさんのご厚意で5名に限って、この自分でエイジング加工のワークショップやっていただけるんですよね。ほらだから自分仕様のエイジング加工ができると。でそれが9月の27 9月の2025年9月27日土曜日ですね。で5名でそのまあいろいろなレギュレーションだったり、応募とかはホームページの方で、商品のページ、それ専門のページ作るので、そこから飛んでもらえると。なるほど、じゃあそれ概要欄に貼っとこうね、今回の動画で、もちろんでも5名ですが例えば奥様連れてきたり川に興味ある友達連れてきたりとかっていうのはありですよね。全然ありです。で、このエイジングの加工を見学したいとか、そういった方でも、実際その場ではできないですけど、やられていただくのは5名になっちゃいますけど、見学だったり何なりはもう大丈夫ですので。なるほど、そうですね。だからちょっとこう川に興味ある友達誘ってね、でじゃあ俺今回やるからさちょっとお前見に来いよみたいな、とか奥様とか、そういうのも含めてね、そうですね、ちょっと楽しんでもらえると嬉しいので、なんか楽しいワークショップになりそうですね。最高ですよ。俺もだからその日はね、ちょっとその模様を来ていただけるってことなんで、伺いますので、ぜひ皆さんでね一緒にこのエイジング加工を楽しみましょうということで、いや本当にね今回いろいろお世話になりました。ありがとうございました。これ坂本 D が多分動画をキュ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 ッとしますけど、結構撮影時間は結構長いですからね。がっつりやってますから。なんでね本当に長時間お付き合いいただいてありがとうございました。とんでもないです、とんでもないです。今後ともねいろいろよろしくお願いします。ワークショップの方もね。そうですね。なんでね、今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録高評価ボタンよろしく頼むぜ。